2026年、SNS のタイムラインはクロード、コードやコーデックスの話題で埋め尽くされています。けれど、多くの会社員の机の上には、その名前を打ち込むログイン画面さえありません。情報システム部門が配っているのは、大抵マイクロソフト365に付属するコパイロットだけです。チャット GPT もクロード、コードも個人の判断では入れられません。話題の AI は使えないけれど、自分の会社のコパイロットはどこまで進んでいるのだろう、そう感じたことはないでしょうか。実は、このコパイロットだけという手元の道具の中身は、この夏に大きく変わっていました。マイクロソフト公式の発表を一つずつ確かめていくと、コパイロットの内側には意外な相手が入り込んでいたことがわかります。まずは、コパイロットの心臓部を動かしているモデルの正体から見ていきます。2026年7月9日、マイクロソフトは公式ブログで、OpenAI の GPT-5.6 ファミリーがコパイロットに追加されたと発表しました。発表によると、GPT-5.6 はワード、Excel、PowerPoint、チャット、コパイロット、コワークに展開され、コパイロットの優先モデルに設定されました。優先モデルというのは、ユーザーが何も選ばなくても、コパイロットが最適だと判断したときに自動で GPT-5.6 を使うという意味です。OpenAI とマイクロソフトは共同で GPT-5.6 を業務向けに調整したと説明しています。単なる型番の更新ではなく、両者がすり合わせた結果だということです。つまり普段何気なく開いている Word の文章案や Excel の分析は、気づかないうちにこの最新モデルが下書きしている可能性があります。ここまでで一つ目の発見が出ました。手元のコパイロットの中身は思っていたより新しいものに入れ替わっていたのです。ですが GPT-5.6 だけがコパイロットの全てではありません。もう一つの名前も同じ画面に並び始めています。2026年7月2日、コパイロットにアンソロピックのクロード、ソネット5が加わりました。コパイロット、コワークとパワーポイントから使えるモデルです。そのわずか3週間後、2026年7月24日には、さらに上位のクロード、オーパス、5もコパイロットに追加されています。公式発表では、クロード、オーパス、5はワード、エクセル、パワーポイント、チャット、コパイロット、コワーク、コパイロット、スタジオのモデル選択画面に展開されると説明されています。つまり同じコパイロットの画面の中に OpenAI の GPT-5.6 とアンソロピックのクロードが選択肢として並んでいるということです。普段は競い合う会社同士のモデルが一つの業務ツールの中で肩を並べて順番待ちをしている。これが2026年夏のコパイロットの実像です。ここまで聞くと、もうコパイロットだけで最先端が揃っていると思いたくなります。ただし、この画面がどの会社員の前にも同じように現れるとは限りません。次はその条件を確かめます。マイクロソフト公式のヘルプページには、アンソロピックモデルの使用に関するもう一つの設定が説明されています。Word と Excel、パワーポイントでアンソロピックモデルを標準で使う設定は EU、つまりヨーロッパ連合と EFTA、英国のテナントで初期状態から有効になっています。それ以外の地域では管理者が自分の会社の設定画面を開き、アンソロピックモデルを許可するかどうかを選ぶ必要があります。しかも Word でのアンソロピックモデル対応は公式ページの時点で2026年の夏に追加予定と書かれていました。コパイロット、コワークの自動モデル選択についても6月時点の公式発表ではフロンティアプログラムという先行提供の対象に限定されていました。つまり同じコパイロットに搭載という言葉でも住んでいる地域や会社の設定、契約しているプログラムによって見える画面が変わります。コパイロットに最新モデルが入ったと自分の画面にその選択肢が出るは実は別の話だったのです。モデルの話だけでなくコパイロットの働き方そのものも変わっています。ここで登場するのがコパイロット、コワークです。公式発表によるとコパイロット、コワークは2026年6月に世界中で一般提供が始まりました。コワークは指示を出すと下書きだけでなく最初から最後まで作業を実行し完成した成果物を返す仕組みだと説明されています。裏側ではワーク、IQ という仕組みが社内のファイルや会議、チャットの文脈を踏まえて作業を進めます。公式ブログではコワークが視覚的な作業にはアンソロピックのモデルを、より深いリサーチには OpenAI のモデルをタスクに応じて自動で選び分けると説明されています。下書きをもらうから完成品を受け取る。コパイロットは会社員の仕事の受け取り方そのものを変えようとしています。では、クロード、コードやコーデックスが得意とするコードを書くエージェントの領域はコパイロットの中でどうなっているのでしょうか。実はマイクロソフトにはコードを書く専用のエージェントも存在します。GitHub が提供する GitHub コパイロットのコーディングエージェントです。GitHub 公式はコーディングエージェントとエディタ上のエージェントモードを役割が異なる2つの機能として説明しています。
コーディングエージェントは課題を渡すと裏側で作業を進め、変更をまとめてプルリクエストとして返します。クロード、コードやコーデックスに近い立ち位置の機能です。ただしこれは GitHub、コパイロットという開発者向けの別製品です。文章や表計算を扱うマイクロソフト365コパイロットとは契約もライセンスも別になっています。多くの会社員の PC に入っているのは Word や Excel 向けのマイクロソフト365コパイロットだけで GitHub、コパイロットのライセンスは配られていません。つまり同じコパイロットという名前でも会社が用意しているのはコードを書く相棒ではなく資料を作る相棒の方だけというケースが多いのです。ここまでで無料の期待、モデルの実態、地域と設定の境界、働き方の変化、そして製品の境界という5つの手がかりが出揃いました。最初の問いに戻ります。クロード、コードやコーデックスが使えなくてもコパイロットだけでこの時代に戦えるのでしょうか。事実としてコパイロットの中にはすでに GPT-5.6、クロード、ソネット、5、クロード、オーパス、5という最前線のモデルが組み込まれています。これは誇張ではなく公式発表の通りです。ただしその最前線がそのまま自分の画面に出てくるかどうかは会社の設定、地域、契約しているプログラム次第で変わります。戦えるか戦えないかを一言で決めつけるのは正確ではありません。すでに戦える場所とまだ届いていない場所が同じコパイロットの中に同居しています。コードを書く現場のようにクロード、コードやコーデックスが直接手を動かす領域はマイクロソフト365コパイロットの外側 GitHub、コパイロットという別の製品が担っています。だからこそ確かめるべきは大きな結論ではなく自分の画面の隅にある小さなボタンです。次にコパイロットを開いたらモデルを切り替えるボタンを探してみてください。そこに GPT-5.6 やクロード、オーパス、5の文字が並んでいるか、まだ空欄のままか、その一つの確認が今の自分がどこまで戦える場所に立っているかを教えてくれます。